皆さんこんにちは。プログレッシブサイエンスニュースのお時間です。ニュースプレゼンターのアンドロイドっぽい何かナンバー7こと7が電子の海からお送りいたします。このチャンネルでは日々進歩する科学の最新情報をニュース番組のようにスタイリッシュに、そしてわかりやすくお伝えします。本日のニュースはこちら。相入れない熱力学と量子力学統合に一歩前進。シャノンエントロピーの無矛盾性の証明に成功。ウィーン工科大学の研究チームは熱力学や統計力学などの古典論におけるエントロピーの定義と量子力学における情報理論的なエントロピーの定義間での現象論的解釈が一見一致しない問題について、量子システムのダイナミクスの数理解析の結果、孤立量子系においての熱力学第二法則の抽出に成功。シャノンエントロピーがフォンノイマンエントロピー及びボルツマンエントロピーと現象論解釈的に矛盾しないことを証明することに成功しました。まずは前提知識の部分から解説しましょう。仕切りのある容器の両方にそれぞれ水とお湯が入っていたとします。仕切りを取ると水とお湯が混ざりぬるま湯となりますが、この時熱は必ず高い方から低い方へと移り、全体が均一化します。これはこの容器という孤立系においては絶対的な法則となっており、外部の系から仕事が加わらない限り時間発展において不可逆な物理事象です。これを熱力学第二法則と言います。またこの水の温度という物理量に焦点を当ててみると、温度は必ず高い方から低い方へ移るとともに必ず混ざり合う方向に進むと言えます。この物理量の状態を量として捉えることをエントロピーと言います。つまり孤立系においてエントロピーは必ず増大すると言え、これはこの宇宙の普遍的な法則であると考えることができます。このことをエントロピー増大の法則と言います。今度はこの孤立系を粒子の運動として、つまり統計力学的に考えてみます。熱が高い状態というのは原子や分子が激しく運動しているということであり、逆に低い状態というのは運動が緩やかだということになります。そうすると仕切りがあるときはそれぞれ別々の運動量だった水の粒子が仕切りが取られたことで混ざり、やがて全体の運動量が均一化していくと表現できます。こういう表現の仕方をボルツマンエントロピーと言います。こういった古典物理学においての統計熱力学的なエントロピーの考え方は実際の現象をよく表しており、疑いようのない物理学上の基礎知識として確立しています。しかし20世紀頃から量子論が発展してくるにつれ、その物理描画に矛盾するような部分が出てきました。コンピュータの父として有名なジョン・フォン・ノイマンは決定論的な観点で孤立量子系のエントロピーを考えたとき、エントロピーは増大も減少もせず常に一定で、時間が前進しているか後退しているかということも判断ができないという量子力学的にエントロピーを考えた場合の奇妙すぎる知見を発見しました。これをフォン・ノイマンエントロピーと言います。この時点ではしっかりと確立された統計熱力学的エントロピーの方に確からしさの点では圧倒的に分があるため、量子力学はどこかおかしい部分があるのではないかとの見方もありました。しかし量子力学は驚くべき解釈によりチートのような確からしさの汎用性を得ることになります。量子系の局所実在性は観測により初めて決定する。そう、コペンハーゲン解釈より厳密には遮影光順です。これにより量子力学のボルンの規則、不確定性原理、エンタングルメント、EPR パラドックスなどをまとめて説明できるようになり、新たな実験でも証明され続けることになりますが、エントロピーについてはそもそも量子系システムの完全な情報は得ることはできないということになるので、フォン・ノイマンエントロピーの描画で正しいということになるのですが、これでは量子力学ではエントロピーにアプローチできないということになってしまいます。一方で古典論の描画にも初期より解決されないパラドックスがありました。先ほどの統計力学的に熱の移動を考えたとき、仕切りに粒子一つ分が通れる通路を設け、それに任意で開閉できる窓を設置すると、速い粒子が来たら片方へ、遅い粒子はもう片方へというような操作ができるとすれば、窓の開閉自体に仕事があるのは確かですが、これは熱移動の仕事量に相当しないので、
仕事がなければ不可逆なはずの熱移動が実現できることになってしまいます。つまり熱力学第二法則が破れることになってしまいますね。これをマクスウェルの悪魔のパラドックスと言います。この問題について統計熱力学は従来とは全く別の角度から熱力学第二法則が成立する答えを導きました。それは任意的な窓の開閉という情報自体が仕事になるという事実です。これにより一見全く別分野に思える情報理論が物理学と深く関わってくるようになります。そしてそれは量子力学も同じでした。決定論的に量子系の完全な情報を得ることはできませんが、確率は求めることができるからです。情報理論では情報の確率分布に基づいて数学的に情報量を計算することができます。わかりやすく言うと、例えば表と裏という2つの情報しかない厳正なコイントスでは、表と裏が出る確率はそれぞれ 50% であるため、それを繰り返した時の確率分布は均一で情報量が高いということになります。対して適当なサイコロを振る場合、繰り返すと確率分布が特定の目に偏るため情報量は低いということになります。2択と6択だから逆じゃねえと思う人もいるかもしれませんね。厳密な2択と適当な6択という部分が重要です。例えば入試問題で必ず正解は1つの6択問題と、数学のリーマン予想のようなある命題が正しいかどうかの未解決問題の2択が出たとします。この6択問題は勉強しまくれば正答率が高くなりますが、2択の方は採点する側さえ判断できません。よって今現在真偽が誰にもわからない完全2択の方が情報量が高いのです。確率のマジックは面白いですね。この情報量の表し方について、情報量が高ければ高エントロピー、低ければ低エントロピーと表現されます。これをシャノンエントロピーと言います。ただしこのシャノンエントロピーは最初から物理学のエントロピーに関連したものではなく、あくまで情報理論においてのものとされ、物理エントロピーに対し情報エントロピーと呼ばれ区別されていました。定かではありませんが、提唱者のクロード・シャノンがこれを発見した時、なんか物理エントロピーに似てるからという割と安直な理由で名付けられたとの逸話が残っています。なんか宇宙に流体がないと説明がつかないから形而上学にちなんでエーテル宇宙、なんか銀河の運動の説明がつかないから足りない重力源をダークマター、なんか宇宙の加速膨張の説明がつかないから膨張力の余分をダークエネルギー、なんか電磁力より強い力があるから強い力、弱いから弱い力。まあそんなもんなのかもしれませんね。もしかしたら深い理由があったのかもしれませんが、先ほどのマクスウェルの悪魔などの知見もあり、このなんかは実は的を射ていた可能性があることが分かってきました。例えばフェルミオンである電子のスピン量指数は2分の1。これは相互作用したことのある2つの電子同士の量子系では、観測するまではどっちがどっちかは決まっていませんが、片方を観測して上向きスピンだという情報を得れば、もう片方が下向きスピンであるという情報が決定。つまり観測してなくても情報を得たことになります。この関係は情報理論における1と0の二進数ビットに換算できます。つまり観測前のある一つの電子のスピンという状態は1と0の状態を情報量として同時に持っていることになります。これを1量子ビットと表します。結局観測して取り出せる情報は0と1のどちらかなので、1量子ビットだけではあまり意味がありませんが、複数状態を同時に持つという特性は2量子ビットなら4ビット、つまりビットで4回分の計算を1回で行う計算能力を持つということになります。要するに量子ビットが増えるほど指数関数的に計算能力が爆増していくということになりますね。これが量子コンピュータの優位性の基本原理ともなりますが、今回は量子コンピュータの話ではないのでここまでにしておきます。注目すべきはこの計算能力が増えていくということにあります。ビットの場合でも増えればそれだけ計算能力が増えることになりますが、これは 100% の確率で発生する計算結果がそれ相応の情報量に相当するということなので、シャノンエントロピー的には最低エントロピーの連続でしかありません。しかし量子ビットの場合、50% の確率の均一な確率分布が増えていきます。つまり、K を拡張するほどシャノンエントロピーは増大していきます。
一方古典物理においても、例えば自然では容器の外側の大気との平行化が発生するように、径を無制限に拡張すれば、宇宙全体で必ずエントロピーは増大することになります。おや、なんだか対応してそうな予感がしますね。これにより、量子情報理論という新たな道が開かれ、非平行統計熱力学、情報熱力学などの分野で応用することが可能となりました。情報という新たなピースが相反する2つの物理学をつなぐきっかけになったわけですね。とは言っても、孤立系でのエントロピー増大則を証明しない限りは、量子論的シャノンエントロピーが物理エントロピーに対応しているとは言い切れません。今回の研究チームは、この証明についに成功しました。孤立量子系において、シャノンエントロピーが低い状態から高い状態に移り変わる数値シミュレーションを行った結果、最大値付近で安定する様子を測定しました。さらに、古典論的に物理エントロピーを考えたとき、初期条件のわずかな違いにより、時間発展につれて、決定論的なもののランダムに近い予測不可能な状態に発散していくという性質。これはカオス理論という理論体系で記述されますが、これに従う様子も測定することに成功しました。つまり、完全に不確定な量子状態から、決定論的で事実上不確定なカオス状態、虚子的な決定論的状態にわたって、エントロピーという概念をつなぐことに成功したのです。そして数理解析の結果、この測定結果から熱力学第二法則を抽出することにも成功しました。推視や議論はまだ進んでいないため、完全に確定したわけではありませんが、これが本当だったとすると、物理学史において非常に重要な大発見となります。もしこれが応用されるようになれば、量子技術は格段に進歩することは間違いないでしょう。これはとってもワクワクしますね。今回の研究論文は現在アメリカ物理学会誌においてオープンアクセスとなっています。どなたでもご覧になれますので、より詳しい内容を知りたい方はぜひアクセスしてみてください。それでは今回はこれでお別れです。気に入りましたらまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。オツグレッシブ。この動画は、我が国における科学知識の一般理解及び、科学知識のエンタメ活用を推進する、プロジェクト PSN in ほとばしる科学講座と、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。